こんにちは、とまろくです。いや、皆さん出てしまいましたね。なんかめちゃくちゃいい感じのガジェットカメラ。いや、これはもう出ちゃいました。うわー、これ欲しいな。買えるかな、買えるかな、買えないかな。シグマからシグマ BF っていうめちゃくちゃもうミニマル、もうアルミのブロックにそのままカメラ埋め込んじゃいましたみたいなものが出てきていて、なんかこうどっからこう語ればいいのかっていうのは難しいんですけど、とりあえずね動画を今撮ってみています。発表された時僕子供とプールに行ってたんですけど、プールから上がってちょっとね携帯見てたら、なんかシグマからコンセプトモデルみたいなやつが出てるみたいな、あ、これコンセプトモデルこんな感じの方向性あるんだ、シルバーとか出るかもなんだ、楽しみだなとか見てたら、もうすでに製品として出ているみたいな感じで、これお金出したら買わせてもらえるんですかみたいな、なんかこのまんまこれもうコンセプトじゃなくて売ってるものなんですかみたいな、そういうものがね出てきていて、しかもちょっとスクロールしてみると、なんとレンズが同じ色シルバーで9本も揃えられているみたいな、みたいな、もうなんか久しぶりにここまで物に対してのなんだろう、物欲の波みたいなのがバーってきたというか、もう何も考えずに財布出したくなるようなアイテムっていうところですね。機能性とかなんかね、買う理由とかそういうの結構いろいろ YouTube でも話してるんですけど、久しぶりにそういうの抜きで欲しくなる、なんだろう、ビジョンプロとかゲームボーイ互換機のアナログポケットっていうのを前に紹介したんですけど、その時ぶりぐらいにね、久しぶりにいろんな商品レビューしてる中で欲しくなったなっていうものがこのシグマ BF ですね。どういうカメラなのかとかスペックから紹介するのもちょっとなんかあれだと思うんで、一旦ちょっと実際にね見てきた映像から紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、こちらがシグマ BF でございます。めちゃくちゃもうなんか想像してた通りというか、テザーの通りのまんまで、この質感すごいですね。いや、これは今までの FP シリーズとかも見てきて、あれもすごいミニマルでめっちゃいいなと思ってたんですけど、やっぱ筐体カラーがね黒しかなかったっていうところで、シグマのレンズこれまでもずっと黒がメインだったと思うんですけど、それを考えるとちょっとシルバーとか欲しいなみたいなずっと思ってたんですが、やっと満を持して出てくれたっていう、やば、この感じ、なんか思ってたよりもなんかね、アルミの感じとかが結構光沢感というか、本当に削り出し感がありますね。なんか塗装とかその表面の処理がされてる感じはそんなにしない気がしていて、本当に削り出しのまんまのアルミニウムっていう感覚があります。ちょっと語彙力をね語彙力、こういう場で語彙力をなんかちゃんとするのめっちゃ難しいんですけど、すごいわ、このアルミニウムの塊そのまんまがなんかカメラになった感じで、意外とこの僕が普段使ってるライカ TL2 とかとも全然違うって感じですね。本当にカラーリングが一緒、ミニマルさがなんかミニマルでカラーリングがシルバーみたいな言い方になると思うんですけど、ものとしては全然なんか方向性が別物な気がします。この四角いね、本当にインダストリアル感ある武骨なデザインになっていて、今までのシグマの雰囲気を踏襲する感じになっているんですが、多分このねロゴとかなんかこういうロゴのところとかも海外のねスウェーデンのデザイン系の会社がデザインしているらしくて、そこでねリブランディングされたものらしいですね。なのでなんかどことなくライカ TL2 とかそういうやつっていうよりかは、ティーンエイジエンジニアリングのなんか製品群の感じをすごく感じます。このね処理とかもなんか MacBook 系の感じというか、ティーンエイジの方向性の光沢感のあるアルミって感じですね。で実際に持ってみると結構ねこの台形のブロック感はあるんですけど、しっかりとこのサムレスト部分が備わっていることによって、ここに親指を置くと自然とこう
持った時の辛さみたいなのは全然ないですね。このサムレストがあるのとないので全然違うと思っていて、おそらく平面的なデザインが一番ミニマルでかっこいいんだけど、このサムレストはないと機能性的にやっぱりねちょっと微妙っていうところで付けられているものだと思われます。それぐらいしっかりしている。でちょっとこうやって見ていきたいんですけども、センサーはこういう感じですね。すげえかっこいい。レンズキャップが見たい。レンズキャップがあそこにあるんですけど、こういうスタイルです。いいですね。で今手元にねこのライカ TL2 があるんですけど、ライカ TL2 とこうやって比べるとサイズ感はかなり近いような気がします。こっちが APS-C サイズのセンサーで、こっちがねフルサイズなんですけど、サイズ的にはもうだいぶ同じような感じがしますね。このサイズ感はで、処理の仕方も多分全然違くて、こっちがかなり非光沢な感じだと思うんですよね。でこっちが割とちょっと光沢感のあるところで、見た目的にもデザインの方向性的にも意外と全然違うものというのが分かるかなっていう気がします。で操作性とかは結構全然違くて、こっち側が全部ね画面なので結構大変なんですよね、こうやって操作するのが。ここがうまい具合に BF の場合解消されているというか、ミニマルなんだけどしっかり物理ボタンで使われるっていうのがすごくいいところかなと思います。これがこうだからこうか。でディスプレイはこんな感じで、なんかちょっと懐かしいデジカメ感のある UI デザインかなって感じですね。でこことかもなるほど、こんな感じでこのドライブモードがありまして、なるほど。この時にダイヤルを回すと連射になる。はい。これで左側に回すと動画になる。わかりました。そういうことか。はい。項目を左右のキーで変えて、効果をダイヤルで変える。なるほど。でこれをここの画面だけじゃ見づらいよという場合は真ん中のボタンを押すと上下出てきます。これで変えられます。はい。なるほど、ありがとうございます。今4ブルーっていうモードになってるんで、デフォルトのスタンダードとして新しいカラーモード2つありますよとか、そういうこともできますし、で今この絞り値、F 値のところの真ん中のボタンを押すとオートになってるんで、これをカーソル下に下げると自分で変えられるモードなんです。でこれをオートにしてあげると、一番初め買った時のデフォルトは両方オートなんですよ。絞りもシャッタースピードもオートになってて、あとはシャッターボタン半押ししながらダイヤル回すとロスト補正になるんですけど、これでフォーカシングがされる。ちょっと深く押すでロスト補正ができるんですけど、これをこの絞りのところだけ変えれば絞り優先で使えますよ。で逆にさっきの絞りのところをオートにして、シャッターダイヤルを数字を変えればシャッター優先になりますよ。従来の絞り優先とかシャッター優先とかああいったものをなくしてる状態なんですけど。わあ、そういうことか。設定が997で1倍。いいな。AF どのぐらい効くんだろう。おちゃんと効いてる。なるほどな。ブラックもあります。ブラックは言うまでもなくやっぱかっこいいですよね。この処理の仕方とかがおそらくちょっと違うのかな、こういう感じとかが。ブラックの方がマットな質感な雰囲気はある気はします。このエッジのところとかやっぱ使い込んでいくとかなり擦れていい感じの色になるんじゃないですかね。ちょっとブラックについてはこんなもんで、めちゃくちゃかっこいいですね、この感じ。レンズ分 17mm、20mm、24mm、35、45。35もいいですね。
35かなレンズで、下が90、92.8 は 90mm は絶対買う予定です。シグマレンズたちはこの黒の統一感もめちゃくちゃかっこいいんですよね。基本的にトバログだと動画撮影とかソニーのカメラと合わせてるのは全部シグマのレンズに統一していて、なぜならデザインがすごくかっこよくて写りがいいからっていう感じなんですけど、パッケージがめちゃくちゃこれがおしゃれですね。全て統一感があるんだけど、ものによって色が変わってるっていうところなのかな。コンテンポラリーシリーズが黄緑で、カメラ BF がグレーで、アートレンズがブルーっていう、スポーツシリーズがおそらくブラックっていう分け方をされてるんでしょうね。どういう意図があるのか気になるけど、削るのにかかっちゃう。1日3本ぐらいしかやってない。ただ一応機械が分かれているので、はい、長い角を余談なんですけど、シグマブースはもう普通に書店とかカフェみたいな感じで、こういうね空間が用意されています。やっぱなんかブランドとして向かいたい方向性というか、こういう風になっていくんだみたいなのはめちゃくちゃ感じますよね。こういう本みたいに重たいものを搬入してとかになると、これはすごいな。はい、という感じでちょっとね会場で見てきた映像をお見せしたんですけども、いやちょっとね語彙力が奪われちゃうというか、実際のね美しすぎるというかいいやと思うものを見ちゃうと、なんか頭の中が回転しなくなって、ちゃんとこう説明しようっていう感じじゃなくて、本当見とれちゃうんですよね。なのでこう頭の中の、ね、語彙力が出なくて、すごい過去語彙力みたいな感じになりがちなんで、ちょっとね現場ではなんかあんまりうまく話してなかったんで、改めてね今ちょっと情報を補足しようと思います。一応ねシグマ BF ってどういうカメラなのかっていうと、ちょっとねブランドサイトをお見せしながらお話しするんですけども、一応ミラーレス一眼というジャンルですね。35mm 版フルフレームのフルサイズのセンサーを搭載していて、有効画素数2480万画素の、いわゆる今までもねシグマって FP とかシグマ FP っていうのを出してたんですけど、それに踏襲するようなスペック、それのね後継機的な扱いの、カメラなのかなと思います。でこんな感じで今回ねシグマってなんかリブランディングをしてるんですよね。リブランディングっていうのは会社がもうロゴとかそのパッケージデザインとか、ウェブサイトとかそういうあらゆるものをちょっとね一旦見直して、自分たちが向かう先アイデンティティはどういうものなんだろうっていう、その指標を見直すのがおそらくリブランディングっていう、僕はそんな、デザイナーとかではないんで語れないんですけど、それと同時に発表されたのがこの BF っていう感じです。方向性的には FP に近いような感じなんですけど、デザインが大きくまるっと変わっていたのがやっぱ BF の特徴だったのかなと思います。でこれ実際にね見てほしいんですけど、シルバーだけじゃなくてブラックもあるんですよね。もう僕シルバー好きなのでブラックほとんど触れてなかったと思うんですけど、今までは逆にブラックしかなかったんですよ。ブラックしかなかったんですけど、今回ねシルバーが出せていて、っていうのもこのねアルマイト処理って言って、このアルミニウムとかを、削り出しだとそのままだとね、酸化してしまうらしいのでアルマイト処理っていうのをするらしいんですけど、今までなんでこのシルバー出なかったのかっていうと、アルマイト処理がちょっとね、非光沢になりすぎる、マットな質感になりすぎるからちょっとねシグマとしては避けてたんだけど、最近いい感じに光沢感も出せるアルマイト処理の技術を、使ってみたらすごい良かったから、それでシルバーのレンズとボディが出せるっていう話をしていて、だから今回はシルバーを製品として実現できたっていう話をしてました。でもドシンプルですよね。こうやってページをざっと見ていくと、このねウェブサイト、いやこれはすごいわ。このザラザラ感も実際触った時結構良くて、やっぱつるっとしてるとちょっと汗かくとすごい滑るんですよね。なのでライカ TL2 とかだと、こういう風にねしっかりとこの持ち手部分、バッテリー部分がポコッと出ているんですけど、シグマの場合はスレート型なので、それをね滑らないようにおそらく金属切削でこうやってね
ちゃんと格子状のザラザラをつけているのかなっていう、これはすごいかっこいいですね。ツートンでレンズキャップも金属で、これねちゃんと触れてないんですけど、これをつけると本当に、ポケットに入るサイズのフルサイズカメラになるかなっていうところですかね。でセンサーは 35mm のフルサイズセンサーを搭載していて、これは前のモデルたちからかなり刷新されてるそうです。このセンサー自体もそうだし、中の画像処理エンジンとかも、3年間かけてじっくりね新しくしたっていう話をしていて、それで発売が結構ね、前のモデルよりも3年ぐらい空いちゃったっていう話はしてたんで、新しいものになってるみたいです。で画素数は2460万画素で、前のね FPL と比べると、3分の1近くまで有効画素数は下がってるんですよね。2分の1ぐらいか。ここちょっとねなんでこうなってるのか聞きたかったんですけど、もしかしたらシグマ BFL っていうのが出て、その付箋なのか、もしくは暗所での性能とかその辺をね重視したことによってバランスが良かったのが2460万画素のセンサーだったのかとか、聞いとけばよかったこの辺で。若干気になるところで言うと、これ実際にこうねパカッて開けて振ってみたんですけど、基本的に手ブレ補正の物理的な機構は備わってないみたいです。なので、15分の1とかシャッター速度を落として使うってなるとちょっとね、近いものだったり遠い焦点距離のねレンズとかを使うと気になるところかなとは思います。おそらく今回めちゃくちゃ薄いんですよね、このサイズ。シグマ FP のこの感じ、これはかなり薄くなっていて、今までねシグマ FP とかだと中にヒートシンクとか、あとSD スロットだとかそういうのいろいろ入ってたらしいんですけど、できるだけここを薄くするためにその辺をね削減してるっていう話だったんですね。シグマ FP の時は2時間の動画が回せるだけど BF はそれが必要ないからここまで薄くできたという話をしてたので、逆を返せば2時間動画を撮るには向いてないみたいな、そんな感じではあります。で今ちらっと触れたんですけど、こんな感じで見てもここに USB-C が1本あるだけなんですよ。なんか外に接続するものとしては。でこれ SD カードスロットが入ってないんですよね。これすごくないですか？最近のねカメラは結構、例えばこのライカ TL2 も内蔵の 32GB メモリーが入っていたり、あとは最近もね紹介させてもらったハッセルブラッドの X2D も内蔵の 1TB メモリーが入っていて、この内蔵メモリーめちゃくちゃ便利だなっていうのはね個人的には感じているんですけど、転送速度は速いケーブル1本だけ持っていけばもうパソコンとかねスマホとかとそのままデータ転送できるから、実際そんなにSD カードスロットなくても困らないのかなっていう感じはしてますね。実際の体験とかでいうとそんな感じかな。でこのサイトとかだと底面から見たのがどんな感じかっていうのがちょっとね触れられてなくて、実際に見てきたんですけど、底面はこんな感じで黒い滑り止めみたいなのがついていましたね。ライカ TL2 とかだと完全にまっさらな感じなので、おそらくねできないことはないんじゃないかなと思うんですけど、この表面から見た時にビスとかなんかねネジ止めで固定してるところが全くないように見せているっていう感じなので、おそらくそのねビスとかを隠すっていう意味でも下に滑り止めのシートを貼っているのかなっていう感じですかね。あとはこうやって地面に置いた場合の安定性とか、このカタってなる時のね傷防止とかそういう役割も担ってるんじゃないかなとは思います。でバッテリーはカチッとやって交換式ですね。これと本当に近いような感じで、結構やっぱそういう海外のカメラメーカーはこのスイッチ式で底面がそのままバッテリーになっているスタイルすごく増えている印象です。それにね踏襲してる感じですかね。で重量的には結構ね、ルミックスの S9 に近いような感じなのかなと思います。持ったサイズ感とかあと重さとかも割とね S9 に近いような印象があって、でサイズ的には本当にで背面を見ると結構ね背面とかの操作性はなんかねすごくこれなんか使ったことあるかもみたいな印象を受けました。何かっていうと、ティーンエイジエンジニアリングの話をここで出すのはちょっと野暮かもしれないんですけど、結構あれを使った
たイメージにすごく近いですね。ライカの TL とかそういうねミニマルな方向性かと思ったんですが、どっちかっていうとカメラを触ってるっていうよりかはティーンエイジの製品を触ってるっていうぐらい結構ね近しいものを感じています。なんとなくリブランディングした会社がストックホルムスウェーデンの会社なので絡んでるんじゃないかな、デザインに関してはちょっと絡んでんじゃないかなとかはちょっとね思ったりはするんですけど、その辺に関してはね今回シグマでは触れていないですね。これ実際に触ってみるとこの部分とかがハプティックって言って電子制御なんですよ。 MacBook のトラックパッドとか、Surface のねトラックパッドとかみたいに実際にボタンをこう押したわけじゃないんだけど、疑似的にねボタンを押している感覚を電子的に制御されているっていうもので、本当にね電源を切って実際に触ってみないと分かんないぐらいねボタンとして機能してくれている感じで、ここは結構面白いですね。電源ボタン以外は基本的にそのハプティックっていう電子でこうバイブレーションでパカッパカってなるのを採用してるみたいですごく自然でした。でなんでこの構造にしたかっていうと、もともとね FP シリーズの時にたくさんボタンがついてたんですけど、そこのボタンのなんか押す感触とかそういうので結構なんか課題があったらしいんですよね。不満というか、もうちょっと上質な押し感が欲しいみたいな感じでいろいろあったらしいんですけど、それをねデザイン性とその押した感触の気持ちよさみたいなのを両立するために、このハプティックを採用してるみたいです。なのでダイヤルとかもこう物理的だとね押し込むと片方にこう、押す場所によって感触って変わるんですけど、ハプティックにすると全部ね均一に押せるっていうところとか、そういうねメリットがあるって言ってましたね。操作性に関しては極力ミニマルになってるので、ダイヤルもこのライカ TL2 みたいなこういうダイヤル備わってないんですよ。本当にここのくるくるとレンズ部分のねレンズのこの I シリーズだとこのF 値のカチカチぐらいで、完全にねマニュアルで操作しようとすると ISO 感度とか、F 値とかそのシャッタースピード合わせたりとかは結構大変なんじゃないかなと思います。ちゃんとねそこ使い込めてないんですけど、何かしらは例えばシャッタースピード優先とか絞り優先とかそういう感じで使うのがメインっていう印象ですかね。この辺は普通のカメラだったら結構不満出ると思うんですけど、なんかこのデザイン性と、シグマだしなみたいな、シグマならもう尖るよなみたいな、そういうねなんかそぎ落とし感が謎のこう納得感をね醸し出させてくれる感じなので、これはちょっと早く実際使ってみたいですね。ディスプレイに関してもおそらくタッチ操作じゃなかった気がするな。タッチしてもね触れなかったので、おそらくタッチパネルではないんじゃないかなと思います。いやこれちゃんと触ってくればよかった。この辺実際のね映像どんなものが撮れるのかとかはSD カード持っていて使うとかができなかったので、見れてはいないんですけども、基本的に本当に日常を持ち歩く家族と出かけるとか、本当にいつでも持ち歩いて使う、ライカ TL2 僕だったらこれそういう使い方してるんですけど、そこのイメージにかなり近いような印象ですかね。リコーの GR とかそういう体験用のカメラとしてなので、あんまりこうスペックでは語れないようなところかなと思います。で価格なんですけど、価格はね38万5,000円です。これどう思います？僕的にはいやこのなんか生産台数でここまでこだわってこの価格で出せるこの円安の時代にっていうね、ちょっと安さの方で正直驚いたところではあるんですけど、その理由としてがこのページですね。これ、実際こうウィーンって斜めになってこう切削してるところがあると思うんですけど、一つのねアルミブロックからこうやってガーって削り出して1台このケースを削り出すのに7時間かかるらしいんですよ。本当に1台の機械あたりで言うと、営業時間考えると2台とかしか作れないと思うので、なんかねこの機械シグマに3台しかないみたいな話してたから、待って1時6台ぐらいじゃねみたいな、そのぐらいの生産台数だと思うので、それを考えるとこの価格って安すぎないですかっていうのは正直あるところです。スペックっていう機能性だけ見ると高い感じはする。
でこの衣装とかこの、切削のこういう 1日3台しか作れないとか、ここまでこだわり抜いて作られたものなのに38万5,000円は安いっていう、そこのね考え方、どう考えるかで安いか高いかって決まっていくと思うんですけど、個人的には倍ぐらいしてもいいんじゃないかっていうクオリティだと思うので、正直いやこれちょっと心配してます。倍の70万円でも、ギリ買うぐらいのレベルの気持ちではいるようなものではあるんですけど、正直この価格帯で生産台数だとすると本当に買えるのかなみたいな、アナログポケットみたいに3年ぐらい待たないといけないんじゃないかなっていう気持ちになっていて、ちょっとねそこは不安な感じです。こういう機会って本当にいきなりラインを増やすとかできないと思うので、売り切れちゃってもおそらくね増産するにしても1日6台とか、そのぐらいになっちゃうとすると、その辺はねちょっと不安なポイントですね、欲しいユーザーとしては。いやそれにしてもブランディングというか、このなんかデザインというか世界観の統一感はなんか今までのシグマでもすごいなと思ってたんですけど、それにかなりこの文字通り磨きがかかっている感じがありますよね。このページとか見てもめっちゃかっこいいもんな。写真とかこういうなんかいちいちこのイメージ画像とかで、僕はそんなに写真家の人に詳しくないんですけど、この作例を撮った人たちのなんかね、そういうどういう人が撮ってるのかっていうね、写真家の人の名前とかも出てたりするんですけど、本当にそういうプロの写真家の人たちがそれで盛り上がってたぐらい、そこのね世界観も含めて全てのデザイン性が統一感あるっていうところがめちゃくちゃかっこいいですよね。これはすごいですね。動画もこんな感じです。L ログに対応していて最大 6K が撮れる感じなんですけど、手ブレ補正機構とかがないので、ちょっとね動画でVlog で気軽に使うみたいな、そういう感じではなくて、こういうね風景とか外のこういう1分間で5秒間ぐらいずつ変わっていくような映像を撮るっていう方向の使い方ですかね。シグマこのねボディとかもそうなんですけど、外装パッケージもこんな感じで刷新してるんですよね。それぞれの製品群のラインだったりとか、それによってねカラー展開もちょっとくすんだ日本っぽい色を表現しているのかわかんないですけど、そういう感じのプロダクト群のパッケージも完全に刷新していて、なんかちょっと化粧品を買った時のような感じの雰囲気のデザインになっていて、これもなんかすごくかっこいいですね。そしてブースですね。これ実際にシグマのブースに行ってちょっと驚いたんですけど、なんかシグマのブースっぽいところの隣に蔦屋書店みたいな本屋さん、すごいシックな感じのね本屋さんみたいなのがあったんですよ。で本棚とかにもうすごいいろんな写真集とかが置いてあって、こういうスペースあるんだなと思ったら、なんとここもシグマのブースですみたいなことを言っていて、これも全部持ってきたの、この重機みたいなのとかで、そこの本の船長みたいなところだったり、実際のね空気感の雰囲気だったりとか、そういうところもなんか全てブースですらちゃんとブランディングされていて、これはすげえなっていう感じですね。なんでこんなカメラが世の中に出せて、ブランディングとかそれまでも全て一貫したものが出せるのかっていうのはねちょっと気になって、さらっとね、聞いてみたんですけど、やっぱりこの一番大きいのが非上場企業だからですよみたいな話をしていて、なるほどなっていう感じではありますね。まず大前提として上場してないから、もう本当に自分たちが思うビジョンをそのまんま利益度外視でバンと突き抜けられるっていうのは、やっぱり資本が他から入ってないのは確かに大きいなっていう気はしますね。なんか例えば資本が入ってたら、ここをフードを金属にしていくら分のコストが上がって利益落ちるんだったら、そこ樹脂製にした方が機能性とかそういうのは変わんないからコスパ良くないみたいな、利益もっと増やせないみたいな感じになったりするし、そこをなんでその金属にするのとか、このデザインにしてボタン少なくなるメリットってある？じゃあそのメリットをしっかりと僕たちに説明してよみたいになってしまうと、やっぱ企業としてもね結構その資料とか前段階の準備とかすごくしなきゃいけないし、そのねものとかいいものにすごく追求していくのって難しくなっちゃうと思うんですよね。確かにそういうところは大きいのかなっていうのは前提として思いつつ、やっぱりいろいろその開発者の人とか現場の人とかとこうね昨日お話しして思ったのは、めちゃくちゃなんか軸がもう全員同じ方向を見てるんだなっていうのがすごく大きく感じたところですね。なんかこう
で実際それを思ったのが、開発の人とかにさらっとなんでこんなの出せるんですかみたいに聞いてみると、やっぱ社長とかその現場の人とかの距離感が近くて、これ気軽にこういうのどうすかねみたいなとかを本当に話しやすいみたいな、単純に社長と仲いいんですよねみたいな話していて、あ、なるほどなみたいな、そこに全てが詰まってるんじゃないかなっていう気はします。楽しくそういう風に仕事をしてる人たちなんだな、だからこんな面白いものできるんだなっていうのがなんとなく思ったっていう感じですね。はい、というわけで今回の動画はちょっとね、こんな感じの語りベースになっちゃったんですけど、終わりにしようと思います。いや、シグマ BF 買わせてほしいけど買えるかなこれ。本当にね、アイデンティティにスパチャするような感じでやっとこういうカメラが出てくれたっていうのはね、トバログ的にはめちゃくちゃ嬉しいし、それが日本企業でしかも地元で生産してるっていうのを考えるとめっちゃ嬉しいところなので、本当に使うのを楽しみにしています。レンズもね9本出て、どれにしようかなっていう感じなんですけど、とりあえず35と 90mm は抑えようかなっていうところです。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。トバログでした。